どうもこんにちは。ジェニュエンウォッチです。シチズンアテッサからニューモデルがリリースされたので、早速アンボクシングしていきます。今回はこちらの黒のダイヤルカラーの SB5045-60E のレビューをしていきます。この時計のアメリカ版について調べてたんですけど、何も出てこなかったので、もしかしたら日本のみで発売されたモデルかもしれませんね。まず手に取って感じることは、とても軽いということ。ほんとめちゃくちゃ軽いです。さすがチタンでできているなという印象です。そのチタン素材の上にデュラテクト DLC というコーティングを施すことによってめちゃくちゃ傷に強くなっています。まるでガラスがないのではと思えるぐらいですね。無反射コーティングのパワーはすごいですね。オレンジ色で可視性の高い秒針。このテール側はあえて黒色にすることによって見にくくし、秒針の読み間違いをしないように設計されていますね。精度は1月あたりプラスマイナス15秒です。ダイヤルカラーの黒と差し色のオレンジ、合いますね。ナイスです。ダイヤルには様々な針が装備されています。24時間針、曜日を表示する針。この針はクロノグラフ機能にも使用されます。そして現在のモードを示す針。この時計はワールドタイム機能、クロノグラフ機能、そしてアラーム機能が使えます。ダイヤルの一番外側に数字が書いてありますね。これは協定世界時を基準とした数字で、各国によって数字が決まっています。ちなみに日本はプラス9、ロスはマイナス8、香港はプラス8という感じです。私はこの数字に馴染みがないので、この数字の代わりに東京、ロサンゼルス、香港って書いてある方がわかりやすいです。海外によく行くあなたなら、この数字表記でも時刻を簡単に合わすことができるのではないでしょうか。インデックスの先端に夜光塗料が塗布されています。確認してみましょう。インデックスの光はかなり小さいですね。もし夜光塗料に光が十分に蓄えられていなかったら、時刻を確認しにくくなるかもしれませんね。全体的にマットな仕上げですが、部分的に鏡のようにポリッシュされていて、光の当たり方によってキラキラと光って見えます。あと感じたことがあるんですが、クロノグラフの割に薄いんです。クロノグラフだと普通はもうちょっと分厚いと思うんですけど、こちら意外と薄いです。私の腕周りが17センチですが、このような雰囲気になります。残念な点が一つだけあります。バンドの弓管が固定されているので、他のバンドへの交換が難しいこと。私が感じたバッドポイントはそれぐらいです。最後にケースサイズを示します。幅が 41.5mm、クラウンを含むと 44.5mm、ラグからラグが 47mm、そして厚みが 12mm となっています。
このチャンネルはいろいろな最新の時計のアンボクシングをしたり、最新の時計の情報をお知らせするチャンネルです。昔のモデルの中で私が好きなものも紹介していきます。もし気になる方はチャンネル登録をして最新の動画、情報をゲットしてください。それではまた会いましょう。